こんにちは、ミルトンです。今日はモバイルバッテリーで動く LED テープライトを作業時間10分程度で取り付けてみました。取り付けた映像がこちら。実は以前にも家庭用電源を使って12V の LED テープライトを取り付けていましたが、今回はダイソーのモバイルバッテリーと LED テープで車内を見違えるように明るくできたので、かなり楽しかったです。これまで様々な車中泊用の照明を使ってきました。こちらは LED バーライト。モバイルバッテリー駆動で本体に磁石が仕込んであり、車体の鉄の部分にくっつくので気軽に使っていました。この製品1本1200円弱と安くてとても良いのですが、鉄の部分以外には貼り付けられない、ケーブルがかさばるというのが難点でした。次に私が購入したのは 12V 電球色の LED テープライト。この製品 Amazon で 5m1980 円とかなり格安でとても良かったのですが、どうしても気になる点が2点ありました。まず1つ目、赤丸2箇所のように両面テープ接着だと2週間程度で接着力が弱まり、ライトが写真のように落ちてきます。次にこちらの商品が 12V 直流ライトなので、ポータブルバッテリー等で電源を確保する必要があります。正直このライトをつけるためだけにポータブル電源を用意するのはとてもめんどくさいですが、しかし今後もこの 12V のテープライトを使いたいので、まずはこれらの課題を解決したいと思います。 LED テープライトの固定にはダイソーのファスナーテープを使いました。これは両面テープ接着で縦 25mm、横 30cm、表面がガサガサしている方のみを使います。 LED テープの幅が 8mm なので、ダイソーのファスナーテープを3分割すればちょうどいいサイズになります。3分割したものを LED テープに貼り付け、車体に固定してみました。頻繁に取り付け外しをしなければ内装材が毛羽立つようなこともなさそうでした。次にこの LED テープをモバイルバッテリーでも動くようにするために Amazon で格安の小圧ケーブルを買いました。このケーブル1本690円と格安ですが、5V のモバイルバッテリーの電気を 12V の DC 電源に変換してくれる優れものです。この小圧ケーブル 12V の DC ジャックに挿すだけのシンプルな作りですが、これを経由させるだけでモバイルバッテリーでも 12V LED テープが使えるようになります。実はこの小圧ケーブル、発熱しやすいとのレビューも見つけたので、実際にダイソーの 10000mAh のモバイルバッテリーで発熱と何時間使用できるかを検証してみたいと思います。この車には 4m 分の LED テープを仕込んでいますので、最大光量で何度まで温度が上がるか実験です。満タンのモバイルバッテリーで何時間点灯できるかもストップウォッチで測りたいと思います。実験開始時の温度はバッテリー 27.1 度、LED テープ 26.5 度。開始1時間後、4つある電池メモリが1つ減りました。LED テープの温度は31度、USB ジャックの最も熱くなっている部分が 52.2 度でした。2時間後、4つある電池メモリは先ほどと変わらず1つ減ったまま。LED テープの温度は29度、USB ジャックは 57.9 度、そこそこ温度が上がっています。3時間後、4つある電池メモリは2つ減りました。LED テープの温度 30.2 度、USB ジャック部分 58.9 度、結構温度が上がっています。3時間35分後、メモリーが1つまで減ったので温度を測ってみました。USB ジャックの部分が 60.6 度、触れないほどではないですが、かなり温度が上がっています。3時間48分後、メモリーが1つ点滅しだして直後すぐに電池が切れました。電池切れ直後の USB ジャックは 56.7 度。ダイソー 10000mAh のモバイルバッテリーで 4m の LED を約4時間弱点灯させることができました。この実験での最高温度が60度。時間も4時間ぐらい使いましたが、小圧給電したモバイルバッテリーで長時間最高光量で使用すると結構な高温になるので注意が必要そうでした。モバイルバッテリーの使用推奨温度は40度ぐらいまでだそうですので、小圧して LED テープを使われるのは個人的にはあまりお勧めできません。もし小圧して使用される際はくれぐれも温度管理にご注意ください。
今回購入した USB 式 5V の LED テープも開封チェックしていきます。内容物は LED テープライト本体、人感センサー付き USB ケーブル、この2点のみ。こちらは 5m1670 円と格安商品なのですが、モバイルバッテリーにケーブルをつなげばすぐに使える状態になっています。この製品は調光スイッチを長押しすることで光量を調節できるようになっていました。実は今回購入した LED テープも以前購入したものも 2835LED チップという細くて放熱効率が良いチップが使われており、チップ数も 1m あたり60個仕込まれていて、使用ボルト以外はスペック的にはほぼ同じものを購入しました。こちらの商品、Amazon の販売サイトでは記載されていなかった嬉しい誤算がありました。映像では少し伝わりづらいのですが、LED テープ自体にシリコンのような樹脂が盛ってあり、シリコンチューブを別途購入しなくて良いこと。これならシリコンチューブを仕込む手間も省けます。テープ幅は 8mm、裏面は両面テープが仕込んであり、施工も楽そうです。こちらの製品も発熱と使用時間の検証を行います。ダイソーのモバイルバッテリーを満充電状態から LED テープを最大光量で点灯させます。実験開始1時間後、4つある電池メモリーが1つ減りました。 LED テープ部分の温度は 43.7 度、 USB ジャック部分は 41.9 度、モバイルバッテリーの使用推奨温度に近い数字です。2時間後、電池メモリの減りは1つのみでした。 LED テープの温度は 43.8 度、 USB ジャック部分は 40.8 度。この感じなら安全に問題なく使えそうです。3時間後、電池メモリの減りは2つ、LED テープの温度は 51.2 度、USB ジャックは 43.4 度。LED テープは巻いたまま検証しているので熱を持っていますが、こちらはロールから外して検証すべきでした。3時間48分後、電池メモリが点滅を始め、ライトが消えてしまいました。ダイソー 10,000mAh のモバイルバッテリーで 5V5m の LED テープを約4時間点灯できました。バッテリーの最高温度は43度。これなら安全かつ快適に車中泊で照明として使えそうです。この新しく買った LED テープライトも車体に仕込んでいきます。車の前方と天井収納部分を明るくするのを第一目的に仕込んでいきたいと思います。ライトを仕込む位置の採寸をしてみます。私のエブリィはバックドア部分を除くとちょうど5メートルでした。付属の両面テープを剥がして仮設置してみます。この作業はやらなくても良いのですが、仮置きして2本のテープライトを同時で点灯させてみたかったので仮設置しました。仮設置したライトを点灯させてみます。天井収納部分も明るくなってかなりいい感じです。これなら全く問題ないので本設置することにしました。車体の固定に使うのは先ほどと同じダイソーのファスナーテープ。これをハサミで3分割していくのですが、普通のハサミだと両面テープでベタついて切れ味が落ちるので、ダイソーのフッ素加工されたベタつき防止ハサミを使ってみます。実際にカットしてみます。はい、切り終わりました。やっぱりベタつきないですね。普通のハサミなら一度切っただけでもテープがつくので、これはかなり使いやすいです。この3分割のファスナーテープを 4.5 セット分、90センチ ×4.5 で約4メートル分作っていきます。この作業は大して時間はかかりませんが、あらかじめ使う分だけカットしておくと作業がより早く終わります。実際にファスナーテープをライトに貼り付けていきます。この貼り付けはミスしても簡単に修正できるので大胆に貼っていきます。でこの部分はここのギリギリのところまでで十分で、木のところはもうそのまま両面テープを使って貼り付けたいと思います。ファスナーテープを貼り付けて車体に固定するだけなので、どんどん作業を進めます。では反対も貼り付けていきます。天井収納と車体に貼り付けた映像がこちら。木製部分は付属の両面テープでもしっかり貼り付いています。このように若干浮いてはいるんですけども、いいかなと思います。で、この部分からファスナーテープがついているという感じになってます。外れたりすることはまずないと思うんで、これでよしとします。最初からこのファスナーテープをつけた方がおそらく作業が全然早く終わると思います。今回は作業自体もとても簡単で、やり直しが何度でもできる DIY でしたが、すごく丁寧にやっても20分もあれば終わると思います。ダイソーのファスナーテープ4セットとちょっとあってもいいかもしれないですね。人感センサー付きスイッチもファスナーテープで車体に貼り付けました。 USB ケーブルはなるべく目立たないよう内張りの下に入れて隠しました。
USB ケーブルを内張りの隙間から出し、モバイルバッテリーはサイドポケットに入れます。スイッチ部分も細かくチェックします。左スイッチを一度押すと赤いランプが点灯。これで常時点灯モードになります。次にもう一度スイッチを押すと緑ランプが点灯。これで人感センサーモードになります。このセンサーとても反応が良く、人がいないと5秒ほどですぐに電気が消えます。少し近づいただけでも電気がつきますので、とても反応が良いという印象でした。次に左スイッチを3度押すと青ランプが点灯。これは明暗センサーモードになります。これは検証しきれなかったのですが、周囲の明るさによってライトを点灯させるセンサーだそうで、ある一定の暗さになると自動でライトがつく仕組みだそうです。ライトを点灯させて一周してみました。天井収納部分も明るくなってとても快適です。天井収納のライトのオンオフを試します。ライトがないと収納部分はほとんど何も見えません。電気をオンにします。照明って本当にありがたいです。これで暗い中物を探すストレスから解放されます。今回購入したライトでは使用しなかったのですが、写真の赤丸2箇所のようにケーブルを使って自由に接続する方法も以前試しました。やり方はとても簡単で、まずハサミで切断可能と書いてある部分をカット。次に Amazon 等で別売りされている LED テープ用延長ケーブルをプラスとマイナスを合わせ挟み込むだけです。挟み込みはカチッと音が鳴るまでコネクタを閉じればすぐに通電します。ここで万一プラスとマイナスを間違ってもショート等の事故も起こりませんので、かなり安全な作業です。映像のように通電している状態でコネクタを取り付ければすぐに電気がつきます。5V と 12V の LED テープをそれぞれ比較してみました。上が 5V で下が 12V。どちらも同じぐらいの光量で 5V の方が消費電力も小さく、バッテリーの発熱も少ないので、モバイルバッテリーでは 5V の方が使いやすいと思いました。またシリコン樹脂も最初からテープ表面に仕込まれているので、施工も楽で個人的には 5V の方を気に入りました。この照明で車中泊をするのがすごく楽しみです。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。